はい、皆さんこんにちは。サムライアルです。ようやくというかついに私の講師が戻ってきましたので、まずはこの講師のホームとも言うべき筑波山に、向かってみたいと思います。その3ヶ月ぶりにこのアルファロメオ講師乗って感じたことをちょっと出してもらいたい。久しぶりにこのやっぱり講師に乗って感じることはやっぱりこの低さですよね。視点が尋常じゃないぐらい低い。やっぱりこう路面が近いのでスピード感がものすごいあるんですよね。特に私の講師は車庫上で車高を落としてるっていうのもありますけど、スピード感があるんで全然実際にスピードを出さなくても本当法定速度、今法定速度ですけど、久しぶりに乗ったっていうのもあるかと思いますが、もうゆっくりしたスピードでも楽しいですね。その点やっぱり車高の高いメロボックスだと、別にあの車にスリルを求めるつもりも全くないし、ただやっぱりスピード感がないんで、知らず知らずのうちに結構スピードが出ちゃうっていうのがありますよね。以前の動画、筑波サーキット、クエットの筑波サーキット走りましたけど、全く迫力なかったと思うんですよね。やっぱりこの目で見るスピード感というか、視界から入るスピード感っていうのは全く別物ですよね。それは動画を通して見ても分かっていただけたと思いますけど、それがましてや体感となるともっと違いますよね。これからやっぱ車高が低いのと、このサスペンションが、スポーツカーなんでかなり高いので、路面の状況を見ながら運転しなくちゃいけない。めんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、マンホールもなんか避けたくなっちゃうんですよね。車線の範囲内で避けたりまたいだり、油断ならないです。普通にこう街中を運転してて緊張感を持てるっていう、緊張感があるのはいいんですけど疲れますよね。本当に周りにいる車もなんか大きい車ばっかりに感じますね。前にちょうどプリウスがしてますけど、ミニバンのように感じます。それからやっぱりこのステアリングのこの後陶芸行くんで、筑波山行くんで、その時にまた話そうと思いますけど、街中でも感じるこのクイックさ、さっき交差点をちょっと曲がりましたけど、交差点を曲がるだけでも楽しいですね。久々ですね、やっぱりこの感覚は。この遊びが本当に非常に少ないので、緩いコーナーカーブを走っていてもやっぱり遊びのいい普通車なんかだとサスペンションが柔らかいので
足が動きますよね。でその動くたんびに、アライメントも動くので修正しながら走る感じになりますよね。だからこうコーナーでもこう一定した角度のコーナーでもうねりが多少やっぱりあって、そのうねるたんびにステアリングがこう動いてしまうというか、動きながらこうコーナーを曲がるっていう感じで、乗ってるとあんまり感じないんですけど、この 4C に乗ると、足が硬いのでサスペンションが動かないっていうのと、あとレスポンスが、ステアリングのレスポンスがいいので、ほんとコーナーでビタッとこう決まった角度のまんまずっとこう曲がるような感じになりますよね。そこがやっぱりダイレクト感につながりますよね。車を運転する上でのダイレクト感、その辺はちょっと筑波山に行ったら改めて体感をしてみたいと思います。周りに N ボックスいますね。でかいっすよね。見上げちゃいます。こういう緩いコーナーですね。今ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ切りましたよ。ほぼステアリングが動かない。ただダイレクトさで言えばこうブレーキですとね、信号止まりますけど、ほんとちょっと踏んだ瞬間から制動がつき始めると。エンジンブレーキがあんまりこの車効かないので、割と原則にはブレーキ、フットブレーキを頼る必要があるんですけど、車重が軽いのもあってブレーキのレスポンスが非常にいいですよね。この先結構路面があんまり良くなくて、道幅広いんですけど結構ガタガタしてるんですけど、こういうとこもやっぱり普通の車 N ボックスとかだとこう揺れるんで、そのたんびにステアリングがグワングワン動くような感じになるんですけど、 4C だとほぼ動かないですよね。周りの車ビュンビュン先行っちゃって、全然スピードで出してないですけど楽しいですよ。後からしたらアルファロメオ壊れてスピード出せないんじゃないかって思われちゃうかもしれないですけど、して壊れてないです。治ってます、しっかり。だからこの車高の低さでこのわだちが嫌ですよね。トラックがつくばはトラックが結構多いっていうのもあるし、あと地盤が多分あんまり良くないですね。だからこうわだちが結構大きかったりするんですけど、車高が低いんで、自業自得なんですけど、わだちは嫌ですね。ノーマルの車高であればそこまで気にする必要はないかとは思いますけど、それでもつくばのわだちはちょっとノーマル車高でも下手すると場所によってはするところもあるんじゃないかなっていうぐらいのわだちはありますよね。いや、めんどくさい車ですよ。このめんどくさいのがいいんですよね。
硬いのがいいっていうのは、まあ普通の人にはわからない感覚ですよね。自然と安全運転になっちゃうんですよね。まあよくスポーツカーに乗って街中ぶっ飛ばしてる人とかいるし、ニュースとかでもこの間もありましたけど、スポーツカー速い車で街中ぶっ飛ばして事故とか起きてますけど、かっこ悪いですよね。速いのは分かってんですよ。速いの分かってんのに、俺速いんだぜみたいな街中でぶっ飛ばしても全然かっこよくないですよね。それをこういう速い車で街中をゆったり走るかっこよさ、そういうのが、そういうことする人には分かんないですよね。価値観を押し付けるつもりはないけど、ああいうニュースとかそういう車見るとダッサいなって思いますね。そうは言っても私も調子に乗っちゃう時はどうしてもやっぱありますよね。あるけど反省はします。反省してなんかダッサいなって思う時あります。久々に乗るとこんな車で愛知とか俺行ってんなって思いますね。だいぶ毒抜けてますね、これ3ヶ月の間に。やっぱりこのレカルシートはいいですよ。4シートは関係ない話になっちゃうかもしれないですけど、これ久々に3ヶ月ぶりに座ったシートですけど、なんか違和感なくフィットしますよね。このシートだったら10時間座っても確かに疲れないですよね。筑波山が見えてきましたね。なんか緊張しますよね。緊張してきましたね。3ヶ月経ってもう忘れられてるかもしれないですよね、常連さんたちに。忘れられることはないかもしれないですけど、まだ乗ってたんだとか言われちゃうかもしれないです。この先の交差点が結構でっかいわだちがあるんですよね。またいだら吸っちゃうんじゃないかぐらい。私は乗り上げますいや、なんかドキドキしてきましたね。このドキドキはサーキット走行前のワクワクとかドキドキと似たものがありますよね。
としたコーナリングも楽しいです。怖いですよ、もう段差が。コーナリングは筑波山で嫌ということすることとなると思いますので、今はリハビリの感覚でひねったですね。久々に会いました。いや、なんか筑波山の仲間を見て一気に興奮してきましたね。一時停止。なんかニヤニヤしてきちゃいましたね。筑波山へ続く道。なんか路面が綺麗になってる。ワクワクしてきました。なんだろうな、このドキドキ感。実は N ボックスでこの OC 休暇中の間 N ボックスでも筑波山行ってるんですけど、山に行くのが目的といった感じで、それがこのやっぱりアルファロメオという車だと、山行ってこう友達たちに会えるっていうのも楽しみですけど、そこ行くまでのこのドライブが何よりやっぱり楽しいですよね。まっすぐ行ったらフルーツラインとかまあ目的の旭峠まで近いんですけど、かまぼこがガタンガタンあるんで楽しくないので、ちょっと今日は遠回りで行こうと思いますね。久々の甲子くんなんで、リハビリを兼ねて車と私自身のリハビリで大回りをしています。車高の広い車がトンネルって結構怖いですね。はい、サングラスをしてるの忘れてましたけど、サングラス取ってもやっぱりなんだろう、スピード感がありますので、スペースマウンテンみたいな。ただでさえ車高低くて路面が近いのと、なんだろう、やっぱり対向車が近いのと、こうなんだ照明、トンネル内の照明があるんで、車が景色がやっぱり流れるのが分かりやすいからかな。こういうところもなんか改めて感じますね。
ブレーキのタッチ、ほんのちょっと踏んだ瞬間からこう制動力が効くのが分かるんで、カックンブレーキとかなんないですね。本当思った通りの減速ができるっていうか、いやすごい車だなこれ。自分の車メタ褒めするのはちょっとあれなんですけど、自己満足じゃないけど、いや改めて感じるな、このいい車だ。車じゃないな。いやいいな。なんていうんですかね。よくダイレクト感とか言うんですけど、本当私も無意識にダイレクトとか言ってますけど、なんか改めてそのダイレクトさを感じるというか、本当の意味、ダイレクトってどういうことかっていうのが改めて分かりました。アクセルもブレーキも自分の足に直結してるっていう感じですよね。オートマとマニュアルでまたその感じ方は違ってくるとは思いますけど、このアルファロメオ4Cは言っちゃえばオートマです。ただそのオートマでやっぱりスポーツカー乗りにはネガティブなイメージというか、スポーツカーだってやっぱマニュアルでしょとか思うんですけど、私もやっぱり思うんですけど、ただこの 4C に関してはこのダイレクトさを味わうっていう意味では、このオートマであることがさらにポジティブに働いているような感じがしますので、やっぱりこうステアリングをずっと離さない、もう手なんでステアリングが離す必要がないんで、オートマだと。これですよね、本当今 T 字路をこう右折しましたけど、ミリ単位でステアリングが効くんですよね。わかんないですね、感覚の問題ですけど、本当感覚的には1ミリステアリングを動かしただけで車も反応してくれる。これが普通の車だとこうはならないんですけど、それが長距離乗ると、長距離とかあと高速道路ですよね。高速道路、直線がずっと続くような高速道路だとやっぱり遊びがあった方が楽だと思います。こんなね、1ミリちょっとステアリングを動かしただけで車が動いてしまうような、そういうのだとやっぱ疲れますよね。ただこうスポーツカーとしてはというか、スポーツ走行するにはやっぱりこのダイレクトさっていうのが効いてきますよね。いやー来ましたよ、ついに筑波山。今日はまだサイレンサー朝早いんで開けてないですけど、山入ったら開けますかね。
修理復活後初めて開けるだけですね。動画だと意外と分かんないですね。動画だとサイレンサー閉じてても結構音するんですけど、実際に耳から入ってくる音っていうのは全く違いますね。来ましたね、来ましたね、このコーナリング。いや、ニヤニヤしてきました。お、見えましたかね、今のステアリングの安定感。ほぼ動かす必要がない。動かす必要がないというか、ふらつかない。今度この車線に沿ってなぞるように走るような感覚、これですよね。本当体と自分の体と一体になってる感じ。無意識に、ね、歩いてても走ってても自分の足で走ってても、左コーナーだ右コーナーだとか考えながら歩いたりする人いないと思いますけど、投資乗ってるとその感覚ですよね。そろそろ山に入ってきて、民家もこの先ないので、サイレンサーを開けていきましょうかね。でも緊張するな。ゆっくり行きますけど。またやっぱりニヤニヤしちゃう。いや本当にこう何にも意識してない。無意識ですよ、本当。無意識にコーナー曲がってる感じ。安定感。安定感とやっぱこのスピード感。またいでますね、バイク。楽しみの次元を超えますね。楽しいんですけど、なんだこりゃ。何と表現していいかわからない。いやすごい車だよこれは。
なんですよね、動きが。自分の思った通りにこうラインをトレースというか曲がってくれる、前に進んでくれる、減速してくれる。自分と方針の間を遮るものが何もない。完全にくっついてますよね。両サイドここね、キャッツアイがこの辺あるんですけど、ここはないか、こういうところ。はい、というわけで今回の動画を一旦締めたいと思います。3ヶ月という時を経て再びこのステアリングを握りました。久しぶりに走り出した瞬間、すべてを思い出します。いや、思い出すというより体が覚えていると言った方が正しかったかもしれません。路面のうねり、タイヤの接地感、ダイレクトに伝わる振動、一つ一つが鮮明で一切の曖昧さがありません。快適性とは無縁です。静粛性も乗り心地も決して優れているとは言えません。それでもなおこの車は強く語りかけてきます。走るとは何かを妥協なく問い続けてきます。扱いづらささえもこの車の本質。それを受け入れ向き合った先にしか見えない景色があります。アルファロメオ 4C、 それは単なるスポーツカーではなく純度の高い走りそのものです。この3ヶ月でその存在の大きさを思い知らされました。そして今日改めて確信しました。やはり自分にとって唯一無二の一台であると。次は走り慣れたあの道へ、この車とともにもう一度本質に触れていきます。それでは今回もご視聴ありがとうございました。サムライアルファでした。